皆さんこんにちは。今回は iPhone で簡単にできる車の防犯対策をご紹介します。最近ニュース見てても GTR が盗難されたとか、毎週のように車の窃盗のニュース見るので、盗難対策は何かしら絶対にしておくべきだと思うので、誰でも簡単に4000円ぐらいでできて、 GPS みたいに月額のサブスク代金もかからないコスパのいいやり方を紹介するんですけど、これ正直すでにやってる人いると思いますが、 Apple から4000円ぐらいで売ってる AirTag っていうめちゃくちゃ小さいパイン飴ぐらいの大きさの小さい追跡デバイスを車に忍ばせるやり方ですね。僕は去年初めて iPhone を買ったんですけど、いろいろと便利すぎて EarPods から Apple Watch まで全部買って、最近 AirTag も買ったんですけど、思いのほか AirTag が便利で、盗難対策以外にも便利な使い方も発見したので、そこも含めてご紹介します。まずこの AirTag を簡単に説明すると、500円ぐらいの大きさで、電池は内蔵式で寿命が約1年、定番の GPS は使わずに地球に存在する全ての iPhone の Bluetooth などの無線を使って位置情報を共有して、自分の iPhone の探すアプリでどこに AirTag があるかがわかる追跡デバイスですね。他の人の iPhone を使って位置情報を取得するので、 iPhone ユーザー率が高い日本でかなり有効な追跡デバイスになっています。 iPhone さえ近くにあれば位置情報を取得できるので、 GPS だと電波が届かない地下駐車場でも位置情報をつかむことができます。ちょっと調べたんですけど、日本人の7割が iOS 使ってるそうなので、日本人だいぶ Apple 好きですね。僕はずっと Android の人だったんですが、去年 MacBook を買って、その後についでに1円の iPhone にしたら、全てがもうシームレスというか、全てのデバイスがつながっていることが便利すぎて Android に戻れなくなりましたね。こちらの AirTag ですが、カバンや車に入れておくだけで iPhone の探すアプリから場所を特定できて、地図に表示されている AirTag のアイコンをタップするだけで Apple の地図アプリが立ち上がり、その場所までナビできたりとめっちゃ便利なんですが、逆にストーカーとか、それこそ車の窃盗でも AirTag が使われたりしています。よくオフ会とか車のイベント行くと、家帰って車の下を見たら AirTag とか GPS がバンパーの裏に仕込まれてたとか、結構ネットで話題になること多いんですが、実際最近の大阪オートメッセでも AirTag 仕込まれてたって話題になってました。まずそもそもなんでそんな会場で仕込むのかというと、どこにその車を止めてるか特定するためにつけてるみたいですね。止めてる場所さえ分かれば夜中とかに盗みに行けるので、それ目的で AirTag が仕込まれるそうです。Apple もそういったことを認識していて、ストーカーや窃盗の対策として自分の持ち物ではない AirTag が自分と一緒に移動していることが分かったら、持ってる iPhone に不明なアクセサリーがあなたと一緒に移動していると通知が出るように仕様変更になって、さらにある程度の時間が経つと AirTag から音を鳴らせるようになったので、車内に隠してた AirTag が簡単に犯人にバレて捨てられるような仕様に残念ながらなりました。じゃあ仕込んでも意味ないやん、どうすんのということになるんですが、シンプルに手が届かないところ、ジャッキアップしないと手が届かないようなところに AirTag を仕込めばいいやんということで、 Amazon ベストセラーになっててポチったのがこちら、 AirTag のマグネットケースですね。箱の中身はこんな感じ。プラスチックのパーツが2つあるだけのだいぶシンプルな作りで、防水のパッキンもついているので水が入らない仕組みですね。この中にこういう感じで AirTag を入れ込みます。入れ込んだら蓋を閉めるだけ。ケースにだいぶ強いマグネットがついているので、こんな感じで金属面にがっつりとくっつきます。結構磁力が強くて指挟んだらだいぶ痛かったので気をつけてください。なのでこれを利用してタイヤ交換とかでリフトを使って車体を上げている時に、車の真下、ジャッキアップしない、絶対に手の届かないところに忍ばせてあげると、窃盗犯からすると iPhone の通知で AirTag が仕込まれていることが分かってるのに、 AirTag がどこにあるか分からない状況になり、ある程度の時間が経つと音が鳴って窃盗犯が AirTag を見つけやすくなりますが、見つけたとしても物理的に手が届かないのでそもそも取れないし、仕込まれてる AirTag を取って捨てるにはジャッキアップする必要があるので、その時間で犯人の場所が特定できる感じですね。調べたら AirTag は1分から5分間隔で位置情報が更新されて、更新された場所は iPhone の探すアプリで確認できるので、このマグネットケースと AirTag を組み合わせることで窃盗犯に無駄な時間を使わせることもできますし、プレッシャーも与えれるので盗まれた車が見つかる可能性が高くなると思います。もちろん GTR とかレクサスとか盗まれる確率の高い車に乗ってる人は AirTag だけじゃなく GPS とかできることは全部やった方がいいと思いますが、 AirTag の場合約4000円の買い切りで月額利用料もかからないので、二重三重のセキュリティとして AirTag を忍ばせるのいいと思います。 AirTag と iPhone の接続はめっちゃ簡単で、 AirTag を箱から開けて、なんか昔のたまごっちとかデジモン的な感じで電池との間にシールが挟まってるので、それ引き抜くと電源がオンになりますね。
オンになったら iPhone の横に置くと自動的にペアリングが始まるので、そのまま登録するだけ2分もかからず全て完了します。あとは自分の AirTag に名前つけたりアイコンを変更できるので自由に決めてもらおうたらと思います。また AirTag の便利なところがですね、例えば AirTag が自分から離れた場合、手元を離れましたと通知が iPhone に出るようになってます。なので盗難されたことにすぐに気づけるので、一つ仕込んでおくと、もし盗難されたとしてもすぐに気づけるので、 iPhone 使ってる人で車の盗難リスクの高い人は買っておいて損しないと思います。次に盗難対策以外の使い方なんですが、広すぎるイオンモールとか、特に浜松のイオンモール1のとか、あそこの駐車場めっちゃ広いので、たまにどこに車止めたかわからんようになることあると思うんですけど、この AirTag を車に仕込んでおけば大体の位置がこんな感じでわかるので、どこに止めたかわかるって感じですね。また大阪の難波とか天王寺などの街中の駐車場に止めると、遊んだ後に車どこに止めたかなとなることたまにあると思うんですけど、そういう時にボタン一つで車がある場所まで地図アプリ使ってナビしてくれるので、全然知らんところ行って車止める時にだいぶ役に立つと思います。先ほども言ったんですけど、日本の iOS のシェア率は7割で、日本であれば iPhone 使ってる人が多く、 AirTag とすれ違うと位置情報が更新されるので、どこに車止めたか分かるようになるので、そういった使い方もできるかなと思います。 Amazon で GPS 盗難対策と検索すると、ベストセラー1位のレビューがめっちゃいいやつ出てきますが、それは180日間で約3万円とまあまあ高くて、180日過ぎたら更新料金もかかって正直安くはないので、こちらの AirTag であると4000円ぐらいで買えるので、一つ買ってジャッキアップして車の真下に忍ばせておくと、盗難された時に少しでも見つかる可能性上がると思いますし、どこに車止めたか一発で分かって、その場所までボタンを押すだけでナビ使って移動できるのがだいぶ便利なので、ぜひやってみてください。僕が乗ってる Swift スポーツが盗まれたとかあまり話聞きませんが、ほんと GTR とか FD とか毎日のように盗まれてるニュース見ますし、フューエルフェストとかの大きい車のイベント行ったら絶対誰かしら AirTag 仕込まれたって話題になってるので、大きめの車のイベント行って帰るときは iPhone に通知が来ないかとか気にした方がいいと思います。 Android も AirTag などの不思議なトラッカーを検知すると通知が出るように仕様変更になったので、ぜひ大きめのイベント行った時は気をつけてもらえたらなと思います。今回使った AirTag とマグネットケースは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はリンク先から他の人のレビューを読んでもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキの Swift スポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。また最近メンバーシップも始めて、メンバー限定でオフ会とか淡路島か関西近郊ツーリングを予定しているので、ぜひ定期的にツーリングとかカート、サーキット、壮行会とか楽しめるイベントを企画しますので、メンバーシップの詳細も合わせてぜひ読んでもらえたらと思います。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。